皆さんこんにちは。インドブロガーのかよりーなです。今日は、私の自己紹介をしたいと思います。私実は自己紹介動画をちょっと撮り忘れていて、お前誰だって突っ込まれる前にちょっと私の自己紹介をしたいなと思って今日は撮影をしています。ということで今日は簡単に私がこれまでしてきたことと、なんでこういう活動をしているかということと、これからしたいこと、この3つについて皆さんとシェアしたいと思います。はじめまして。インドブロガーのかよりーなです。簡単に私のこれまでの経歴をお話ししたいんですけれども、私最初は区役所で働いていて、保健師という仕事で区役所で働いていました。その後いくつかベンチャー企業を経験した後に、2016年の9月からインドの現地採用で現地のベンチャー企業で働いていました。で当時インドで働きながら、その時にニックネームかよりーなという名前でインドのブログを書き始めました。でその当時からインドブロガーとして発信活動をさせていただいています。当時インドにいた時は365日毎日記事を連続更新して、その時から今まででだいたい600本ぐらいインドに関する記事を書いてきています。2018年に日本に帰ってきたんですけれども、2018年の10月から株式会社メルカリというフリマアプリの会社で働かせていただいています。2018年の10月にメルカリが海外の新卒エンジニア約50名ほど採用したんですけれども、そのうち30名がインドの IIT 工科大学出身ということで、私がインドで働いていたという経験もあって、インドから来た、新卒 IIT エンジニア、その他いろんな国から来た海外の、新卒エンジニアのサポート、オンボーディングを担当するために株式会社メルカリに入社させていただきました。今はメルカリで働きながら、こういった、インドで働いてる時から続けている発信活動をずっと続けさせていただいています。実際にインドと日本をビジネスを通じて豊かにするということをミッションに活動させていただいているんですけれども、具体的にはインドのマーケティング調査ですとか、インドのスタートアップ企業のインタビューですとか、インドのエンジニア採用のお手伝いとか、日本で働く際のサポートだったりとか、こういったインドに関するビジネスのお手伝いということをさせていただいています。基本的にはインドに関する話をずっとしているんですけれども今回は YouTube 活動もスタートしました。これが、今まで私がしてきたことだったんですけど、どうしてこういう活動をしているかっていうところも少し皆さんとシェアしたいと思います。で私実は学生時代から途上国の社会問題を解決するみたいなちょっと意識高い系だったんですけれども、いわゆるJICAとか国連とか、そういったところにちょっと興味関心がありました。実際に自分は大学時代に医学部を出ていて、看護師免許と保健師免許を取得しました。社会人最初3年ぐらい保健師で働いた後は JICA とかで実際に途上国に行ってみたいなみたいなことも思ってたんですけれども、実際に社会人になって、自分が働いていく中で、ボランティアという形も良かったんですけれども、企業活動やビジネスに目を向けるようになって、そういったお仕事を通じて途上国に何か還元できることをしたいなというふうに考えるようになりました。実際に、20代の後半になってなかなか日本にいるだけだと自分で機会が見つけられないなと思って、だったら自分で何か探してどっかに足を運んでみようということで国選びを始めました。その時にやっぱりそのビジネスという視点を見た時に、これから国が成長していくとか、公用語が英語でビジネスがしやすいとか、そういったいろいろな視点を考えた時に、このインドという国は、人口が今伸びていて、あと10年ぐらいで世界第1位の人口になると。将来的にはアメリカ、中国に続く第3の経済大国として注目されているということを知って、これはもうインドに行くしかないって思ってインドに行くことに決めました。2016年の9月からインドで現地採用で働き始めました。私はこのインドの発信活動を通じて、日本とインドをビジネスで豊かにしたいなということをモットーに活動しています。でこれまでが私の簡単なキャリアと、なんでこういうことをしているかっていうところなんですけれども、この発信活動を通じて、どんなことを皆さんに伝えたいかこの発信活動を通じてどんなことを皆さんに伝えたいかということを最後にお話しします。
私が実際にインドで働くよって言った時にいろんな人から言われたことは、インドって治安悪いんじゃないのとか、インドって危険なんじゃないのとか、同じか危険が悪いとか同じだよね。インドって治安が悪いんじゃないのとか、インドって汚い国なんじゃないのとか、インドってカレーばっか食べてんでしょみたいな話ばっかりだったんですよ。今でもそういう話ばっかり聞かれるんですけれども、とにかくインドに対してただネガティブなイメージを持っている人というのがすごく多い。なんかインドのことを知らないのに、悪い話をしたりとか、そういう話する人がすごく多いなっていう印象がありました。ただ私は実際インドに住んでいたので、インドで生活する際の普通の話とか、インドのいいところというのもたくさん知っているんですね。さらに言うと、インドの経済とかビジネスのポテンシャルがあるすごく大きな市場というところも私は肌で実際に現地で体感してきています。まだまだ日本の文献というのは、観光に偏っていたりとか、バックパッカーの聖地とか、あとはスピリチュアルの話とか、そういった文化や伝統についての文献というのはすごく多いんですけれども、こういったインドのビジネスポテンシャル、経済の話とかっていうのはまだまだ日本の人に伝わっていないかなと思いました。なので私としては、こういったインドのネガティブなイメージを、変えていきたいなということと、日本とインドをビジネスで豊かにしたいという思いがあるので、こういったインドの、新しい経済の話とかも皆さんとシェアしていきたいなと思って、この YouTube 活動もスタートしました。私自身ですね、多分インドの友達が100人ぐらいいるんですよ。みんないい人たちだし、みんな優秀だし、日本の人になかなかインドのリアルな話とかっていうのは届きにくいと思うんですけども、またこういうチャンネルを通じて何か皆さんに面白い話とかいい話を共有できると私としてはすごく嬉しいなと思っています。ということで私は、今後もインドに関する発信を専門として、こういったチャンネルで、いろいろお話ししていきたいなと思います。ということでですね、今日は、私の自己紹介をしました。私ね、あんまり自分について話すのあんまり好きじゃないのでまたこれが最初で最後かなみたいな感じでもあるんですけれども、もし何か聞きたいこととかあったら、コメントとかください。ということで今日は簡単にインドブロガーかよりーな私の自己紹介を行いました。もしこのもしこの動画がいいなと思った方は、ぜひ評価ボタンとコメント、そしてチャンネル登録をお願いします。もういいかな